もし別れを切り出せば殺されかねない恋人がいるとしたら、2016年7月7日東京都昭島市。もう終わりだ。スマホを片手に青ざめた顔でつぶやいたその男の名は大井祐樹。もう娘と関わらないでください。警察に被害届を出します。そのメッセージは大井と不倫関係にある女性ゆりえさんのスマホから送られてきたもの。大井はその文面から彼女の母親が打ったメッセージであることを悟りました。シングルマザーのゆりえさんは大井の妻と仲のいいママ友、家族ぐるみで付き合ううちに大井と不倫関係に発展し、もう2年交際を続けていました。そしてゆりえさんの母親が警告のメッセージを送ってきたのは、大井が彼女に別れたいと言われてもしつこく付きまとっていたため、警察に通報なんてされたら不倫のことも全部筒抜けだぞ。追い詰められた大井はこの後ゆりえさんを殺害することに決めるんです。妻のママ友と不倫をし、関係解消を迫られた末に殺害を犯した男。彼女との別れを拒み続けたその男が最悪の選択をした理由とは。男にとって女性という存在は支配欲を満たすための道具にしか過ぎなかったんです。おざすけんちゃんです。いやー、みやみかです。というわけでね、皆さん僕らね、さっきちょっと集中について話してたんです。やっぱり集中。撮影とかね、してるとね、撮影のこと以外考えちゃう時とかもあったりとかさ、ほんと集中って何なんだろうね。脳科学的に言うと。いきなり言われても困るかも。困るけど、うんまあでもなんか、よく言うのはさ、自分にちょうどいいチャレンジングな状態の時はすごい集中できるらしいわよ。だから、私たちちょっと気が緩んでんのよ、慣れてきて。全く気緩んだよ。だって裏でさ、ヤメさんはケツ叩いてるの。そんなにあなたは気緩んでなくて、私が気緩んでって気を引き締めてますよっていう話。そう、全然気緩んだよ。変な印象操作ばっかりして。ツッコミどころで俺が気緩んでんだよ。いやでも、もういい、なんか、わかりやすすぎて嫌。本当に緩んでんじゃないそれ。違う。天の弱なのよ。みんなにね、ヤミコさんって言ってほしいんですけど、なんか、ケンちゃんの思い通りに行かせないぞみたいな。でもそれってさ、目的とずれてんだよね。みんなが楽しければいいのにさ。あなたそこにヒントがあったわよ。何があったの？その集中っていうのは目の前のこれをやろうっていうことに意外と人間天の弱で集中できないってことよ、これが。よくわかんないけど、なんかね、正当化してんですけど、僕はヤミコさんのこと愛してるんですけど、ヤミコさん、僕のことちょっと嫌いみたいなんで、なんかどうしたらいいのか皆さんね、コメント欄で教えていただければと思います。何の話になったこれ。今回は東京都で発生した不倫をきっかけにした殺人事件をご紹介します。犯人はね、被害女性から不倫関係の解消申し出を受けてね、解消したくない、ずっとね、このままでいたいって拒み続けていたんですけど、最終的にはね、そこまで大事にしていたはずの関係性にもかかわらず、その女性を殺害してしまう。何それはその、関係解消のやりとりで揉めたことによって殺意が芽生えたってことなの？二人のね、関係ってのはこじれにこじれていたってことは間違いないんです。はい。ただね、男がね、最終的に殺人を選んだのは、その被害女性が加害者の男性とね、別れるために、ある最終手段を選択したことがきっかけだったんです。女性に関係解消を迫られて以来、暴力性をあらわにしたその男。しかし、その男の本性こそが、その暴力性にあったんです。男尊女卑。2016年6月、東京某所。夜遅く、人気のない駐車場に止められた一台の車から女性の悲痛な叫び声が漏れ聞こえていました。新しく好きな人ができた？てめえ、俺を差し置いて何考えてやがんだ！女性を思い切り平手打ちしたその男は大井祐樹。襟足を長く伸ばした少しやんちゃな雰囲気のある男でした。後部座席では大井の不倫相手安藤ゆりえさんが涙目でうずくまっています。彼女の両腕は結束バンドで縛られていました。大井は身動きの取れないゆりえさんの髪の毛を容赦なく引っ張ります。痛いやめて！彼女はもう何時間も暴力を振るわれており、その体には痛々しいあざが無数に浮かび上がっていました。二人は約2年間不倫関係を続けていましたが、最近になってゆりえさんに新しい彼氏ができ、別れを切り出したことで大井が激高。以降ゆりえさんは大井と会うたびに DV に遭っていたんです。ただ大井が激怒している理由は単に彼女と別れるのが嫌というだけのことではありません。そもそもこの男は根本的に女性を見下しているんです。
時は2年前まで遡り、大井とゆりえさんの関係は2014年頃から始まりました。ゆりえさんはもともと大井の妻、ひろこさんの高校時代の友人、互いに未婚の状態で出産と育児を経験したことから交友を深め、成人してからより親密になった関係性でした。いわゆるママ友として付き合っていたゆりえさんとひろこさんは家族ぐるみで親しくなっており、その中で大井との不倫関係が始まったんです。はあ、これ何？奥さんの高校時代の友達でママ友の人にそんな近い人に手出したなんてマジでありえなくない？この男。まあ普通はありえないんですけど、大井の性格を思えばママ友に手を出すっていうのはね、ありえなくないんです。東京都昭島市の一軒家で妻のひろこさんと幼い娘2人と暮らしていた大井。自動車整備士として働いていた彼は経済的にも安定しており、その暮らしぶりは平凡でも不自由のないものでした。彼は近隣住民とも普通に挨拶を交わし、特にトラブルもなかったといいます。しかし大井には傍から見て一つ異様な側面があったんです。それはある雨の日のこと。大井は自宅前でしゃがみ込んで何か作業をしていました。その隣で妻ひろこさんは彼が濡れないよう傘を差し出していたんです。あら、こんな雨の中やらなくてもいいのに、奥さん気の毒ね。雨の中佇む夫婦2人を前に近隣住民は思わず顔をしかめました。それは大井が趣味の車を改造するため、もう長い時間妻のひろこさんに傘を差し出させていたから。そう、大井は妻を顎で使うようないわゆる亭主関白の男。自分の趣味のために妻が冷たい雨に濡れようと一向に構わないんです。妻に気を使うこともなく、一番近しいママ友に手を出したのもそうした大井の横柄な性格があってのこと。大井は妻のひろこさんの知らないところで彼女の友人のゆりえさんと何度もメッセージのやり取りをし、仲を深めていきました。二人は2年間ホテルでの密会を繰り返し、それぞれひろこさんを裏切り続けていたんです。確かにこんな性格なら大井はもうほんと全く悪いとか思ってなさそうね、全然。でも最初の場面ではさ、そのゆりえさんは他に好きな人ができたとか言ってなかった？まあそうなんですよ。ゆりえさんは大井との関係自体にね、だんだんこのままでいいのかなみたいな疑問を抱き始めていてね、まあ、他の男性に目を向けたっていうのは、その煮え切らない気持ちが発端だったんです。そして二人の関係が泥沼化していった結果、ついに間違いが起こってしまうんです。すれ違いの末に大井とゆりえさんの不倫関係が約1年続いた頃、二人は会うたびに口論を繰り返すようになりました。こんな関係続けてていいのかな。会いたい時に会えないし、ひろこのこともずっと騙してて、この先どうなっちゃうのか不安だよ。うるせえな、大丈夫だって言ってるだろ。大井にとってはゆりえさんが不安に感じていることなどどうでもよかったのでしょう。彼はゆりえさんの言葉に耳を傾けようとせず、二人は会うたびにすれ違っていきました。そうやって大井との関係に疑問を感じる中で、ある時ゆりえさんはこう切り出したんです。新しく彼氏ができたのだからもう終わりにして。男尊女卑の考えを持つ大井がその言葉を受け入れられるわけもなく、この時から彼はゆりえさんに対し DV を繰り返すように。そして迎えた2016年7月7日、ついに事件が起こってしまうんです。その日の夕方、警察署へ駆け込んできたのは大井と妻のひろこさん。友人との連絡が急に途絶えてしまったんです。何かあったのかもしれません。大井の言う友人というのは不倫相手のゆりえさんのこと。この日、大井とひろこさんはゆりえさんと3人で会っていたんですが、夫婦がゆりえさんのマンションから帰宅した後、彼女との連絡がつかなくなってしまったというんです。警察はすぐに立川市にあるゆりえさんのマンションへ。するとその部屋ではゆりえさんが首に電気コードを固く巻かれた状態で亡くなっていたんです。ゆりえさんの首には帯状の跡がくっきりと残っており、顔面は赤紫に変色している状態。死因は窒息死であると断定されました。彼女の部屋のドアは施錠されており、室内に荒らされたり争ったりした形跡は皆無。その状況から一見、ゆりえさんは自ら死を選んだようにも見えましたが、警察は他殺であることに気づいていました。それはゆりえさんの首の圧迫痕がいわゆる索状痕と呼ばれるものだったから。索状痕って何よ。それで他殺だってどうしてわかるわけ？まあ、紐状のものでね、命を絶った場合に、実質もしくは他殺のこの2つでね、全然後が違うんですよ。というわけでね、本日のメトラキーワード、索状痕について。索状痕とは、紐状のもので首を圧迫した際に皮膚に刻まれる帯状の跡のこと。くっきりとした一本線が水平に走り、幅は紐の太さとほぼ一致するのが特徴です。一方、実の際に見られる異種痕は、重力の影響から斜め上方へ向かい、広い面積に浅く跡が残ります。この違いが実
か他殺かを見極める重要な手がかりとなるんです。また絞殺の場合は強い力で断続的に首を絞め続けるため、血流が滞って顔面が赤紫に変色したり、眼球に点状の出血が現れたりします。首吊りの場合はむしろ顔面蒼白になるケースが多く、この点でもゆりえさんは他殺である可能性が高いとされたんです。ゆりえさんの首元に残されていた索状痕から警察は他殺の線で捜査を開始。強盗や性的暴行目的、巧妙な偽装など様々な可能性が考慮される中、通報者の大井に疑惑の目が向けられます。彼としては偽装工作のつもりでしたが、事件当日ゆりえさんと急に連絡が取れなくなったと相談しに来たその行動は明らかに不審。またゆりえさんの交友関係を洗い出すうち、彼女と大井にトラブルがあったことも浮き彫りに。こうして事件から2日後の2019年7月9日、警察が大井へ事情聴取を行った結果、彼はゆりえさんの殺害を認めたんです。何これはゆりえさんがさ、関係解消を求めてきて、それによって腹が立ったってことだとしたら、めちゃくちゃ短絡的じゃないこいつ。おっしゃる通りで、大井がね、ゆりえさんを殺害した理由っていうのは、単に関係解消を迫られただけではなかったんです。追い詰められた男。大井に新しく彼氏ができたから別れてほしいと伝えて以来、会うたびに暴力を振るわれるようになったゆりえさん。その状況に耐えかねた彼女は、ある時大井に次のようなメッセージを送りました。もう娘と関わらないでください。警察に被害届を出します。別れの意思を告げても大井は絶対に別れようとしない。そう悟ったゆりえさんは大井に DV されていることを逆手に取り、自身の母親のふりをして脅しをかけることにしたんです。そして大井はそのメッセージを本当にゆりえさんの母親が送ったものだと思っていました。やばい、ゆりえへの DV を通報されたら俺は刑務所送りだ。それにひろこに不倫がバレる。そうなったら人生終わりだぞ。普段はさ、奥さんとかゆりえさんに対してほんと横柄で態度でかいのにさ、いざとなったらもうすっごい臆病者じゃない。何の覚悟もしてない。本当にそんな後悔するんだったらもう最初から不倫なんかするんじゃないわよ。器の小さい男だったからこそ、ちょっとね、虚勢を張ってたのかもしれないです。そしてこの後、ゆりえさんは大井に対してさらに追い打ちをかけるんです。皮肉にも、そのことが犯行の引き金になってしまったんです。2016年7月7日の朝、大井の妻ひろこさんは神妙な面持ちで夫にこう話しかけた。ねえ、ゆりえからこんなメッセージが来たんだけど本当なの？大井は妻が突きつけたスマホ画面を前に頭が真っ白になった。メッセージの内容はなんと、妻にはひた隠しにしてきた大井とゆりえさんの不倫関係を告げるものだった。ひろこには言わない約束だろ。どういうことだ？ゆりえさんがひろこさんに不倫の事実を打ち明けたのは、そうでもしないと大井との関係が切れないと思ったゆえか、それとも彼に散々に暴力を振るわれたことへの復讐か、もしくは友人のひろこさんを騙し続けたことが最後に心苦しくなってのことだったのかもしれない。そしてゆりえさんのその行動は、女性を常に見下している大井にとっては絶対に許せない行動だった。妻ひろこさんの目を盗み、彼女のスマホを手にした大井。彼は怒りに震える指でゆりえさん宛てにメッセージを打った。今日これからゆりえの家で2人で話できるかな？俺から会いたいと言ってもゆりえは絶対に応じない。でもひろこからなら。ゆりえさんは3歳の娘、それに母や妹と同居していましたが、当日、娘は保育園、母と妹は仕事に出ており、家には彼女一人の状態。大井はそのことを知っていて、今から話がしたいとメッセージを送ったのでしょう。そこから大井は妻のひろこさんに3人で話し合いをすることになったと説明し、夫婦でゆりえさんの住むマンションへ。その際、凶器の電気コードもカバンに忍ばせていました。ひろこさんだけでなく、大井まで家を訪ねてきたことは、ゆりえさんにとって予想外でしたが、3人での話し合いは穏やかに進められたと言います。そしてそれは話し合いも一段落した頃。悪い、ゆりえさんと少し2人で話したいことがある。お前は先に車に戻っててくれ。妻のひろこさんは大井のその言葉を信じ、一足先にゆりえさんのマンションを後にしました。そして2人きりになった瞬間、カバンから電気コードを取り出した大井は、その後、何事もなかったかのように妻の待つ車へと戻った大井。この後、妻のひろこさんがゆりえさんと連絡を取ろうとしたところ、反応がなかったため、夫婦は警察署へ向かったんです。いや、大井は奥さんに対して不倫ばらされてさ、頭に血が上ったんじゃないのよ。これ完全に自業自得だしさ、もうほんと何の同情の余地もないわね。ほんとそうなんですよ。大井もね、犯行時に頭にね、血が上ってカッとなってやっちゃったっていうね、完全勢いなんで、なので大井はね、裁判でも、辻褄の合わない弁明ばかりするんです。殺人罪で起訴された大井は裁判において、自身の犯行を次のように弁明。殺人に関しては、被害者の同意がありました。
妻に不倫の事実を知られてしまい、関係が破綻したことで、彼女は死にたいのは私の方、今すぐ飛び降りたいと言ったんです。それで一緒に死ぬかと尋ねたらうなずいたので、大井の言い分としては、ゆりえさんを殺害した後、彼自身もベランダに電気コードをかけて死のうとしたと言います。しかし結果として死にきれず、ゆりえさんの遺体をそのままにして妻ひろこさんが待つ車へ戻ったと。この主張から犯行が被害者から同意があった上での嘱託殺人か否かがこの裁判における争点に。ただそんなめちゃくちゃな言い分が通るはずはありませんでした。まず検察が指摘したのは、妻ひろこさんになりすまして約束を取り付け電気コードまで持参している計画性、また新しい恋人ができていたゆりえさんが未来を悲観しているようには思えず、数時間の話し合いで死ぬことに同意するとは考えられなかったんです。あまりに稚拙な大井の主張に対し、検察は次のように糾弾。あなた本当に反省してるんですか？泣きながらごめんって言えばそれで済むと思ってない？妻のひろこさんも証言台に立ち、夫にはちゃんと罪を償ってほしいと厳罰を求める姿勢を示しました。事件から1年後の2017年5月30日、殺人で有罪となった大井に下された判決は懲役15年。その後の控訴審も棄却され、彼は現在も服役中です。妻の一番の友人と不倫に及び、関係解消を求められれば暴力に訴え、挙句殺人を犯してしまった大井。妻に不倫をばらされて頭にきたという犯行動機も含め、事件は全て彼の女性を見下す価値観によって引き起こされたものに感じます。残念なことに大井と同じような価値観を持つ人間は少なくなく、それゆえいつの時代もモラハラや DV の被害は後を絶ちません。もし暴力で押さえつけようとしてくるパートナーに捕まってしまったら、あなたはどのようにその魔の手から逃れますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんと、アルゴメトリー、恵比寿に C 社バーをね、オープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内に流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか、聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、ふらっと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。